FESN トゥーズデーのお時間がやってまいりました。2020年11月17日火曜日、本日で第22回目。司会は私、沖縄県出身 FESN アシスタントディレクターの伊橋茂太が務めさせていただきます。さて、次回のリバイバル DVD のリリースはいよいよ世界13都市を股にかけた大作、2008年発表のオーバーグラウンドブロードキャスティングです。2000年発表の4326以降、制作に8年の年月を費やした超大作。監督森田貴弘の制作に対する思いとは。今回の燃える火曜日 FESN トゥーズデーでは、そのオーバーグラウンドブロードキャスティングという作品に迫ります。皆様どうぞ最後までご視聴ください。3、2、1。森田さん、世界中飛び回ってて、いろんな世界の話を聞かせてもらったんだけど、オーバーグラウンドに関しては、なんかこう、一つにまとめてくれたというか、世界を、スケートカルチャーの対立とかを一つにこう、穏やかにまとめた、なんかそういう印象があるかな。それを森田さんが取りに行ってるっていうこと。やっぱ4326の世界バージョンどうしても撮りたくて、俺は今頻繁にアメリカに行ってるっていう話があって、当時から4326とかで全国回って、今までそんな全国回っていろんな人撮るカメラマンの人っていなかったんで、アンダーグラウンド見た後にそのオーバーグラウンド予告編みたいなので、今度は世界に行ってるんだみたいな。自分が見てたそのサブウェイとか、いわゆる東西南北4326のあの興奮を世界に持っていくっていう、ワールドワイドになるっていう、そのモチベーションはやっぱすごいでかくて、オーバーグラウンド見てすごい動いてたんだなっていうのを改めて気がつかされたっていう感じですよね。最初の発端は、俺が会いたい人に会いに行くっていう。で、そういう会ってみたいとか、その人のビデオとか見たいのになかなかビデオが出ないっていう現状がやっぱ耐えられなかったのね、当時。例えばリッキー・オヨラとかクイム・カルドナとかパウロ・ディエズとか、自分がこの人撮りたいって思ってた人、もちろんマーク・ゴンザレスも、もうみんな自分にとってヒーローだから、もうその人たちのビデオがとにかく自分は見たかったんだけど、なかなか新しいビデオに出てくれないなみたいな感じだったりとかしてて、特にクイムはね、やっぱりなかなかビデオに出ないなって感じだったから、俺が実際現地まで行ってビデオカメラで台頭したらどんな映像が撮れるんだろうってすごい思ってて、当時やっぱり俺にとってビデオカメラは刀で、スケーターにその刀持って対戦しに行くって気持ちで行ってたからね。自分がどこまでその人のポテンシャルえぐり出せんだろうっていう気でしかなかったな。その人たちの魅力が引き出せるような映像をなるべく多く撮って編集したかったから、完成度の部分で8年かかったね。当時その FESN の事務所にはミリタリージャケットが4着飾ってあって、あのジャケ、FESN ってステンシルが1着ずつされて、それが飾ってあったんだけど、それ森田君がツアーで世界中回ったりとかっていう時出会ったアーティスト、ライターとかに毎回ボムってもらって、こう書いてよっつって、それを集めたジャケットで、それをカバーにするみたいな、熱ーみたいな。最初に2001年にアメリカ行った、ニューヨーク行った時に、確か8月の末から11月とかまでいて、必要最低限の服しか持ってかないで、寒くなったらあっちで買おうみたいな感じで、ダウンタウンの古着屋に行ったら12ドルで M65 のジャケットが売ってて、軍服ね、タクシードライバーって映画でロバート・デ・ニーロがモヒカン姿で着てるジャケットなんだけど、当時2001年に WK っていうフランス人のアーティストがいて、2001年のニューヨークはすごい街中をトップトゥーボトムでビルをグラフィティしてたりとか、街にすごいその WK っていう人のアートがたくさんあったのね。その中の絵にスケートボードに乗った絵もちゃんとあって、おおかっこいいと思ってて、でしたら WK に会いに行こうと思って、 WK がダウンタウン双方でスタジオやってるっていう話を聞いて、そのスタジオに行ったんだよね。そのスタジオ行った時に、4326プレゼントして、たまたまお店もう閉めてる時で、
ちょっと時間があったのかな、なんか一緒に見てくれて、ですごい大層喜んでくれて T シャツとかやるよとか言われて、その時になんかこうたまたま古着屋で買った M65 のジャケットあったからこれにサインしてよっていうところから始まって、フロントに WK インタラクトって人のサインを書いてくれた。そっからこれはいろんな人に旅で会った人たちのオートグラフを入れてやろうみたいな、旅で完成するジャケットを作ろうみたいな感じで、その最初が WK だったね。有名な人無名な人みんな関係なく、あとスケーターでもかっこいいスケーター、好きなスケーターとかにサインもらったりとか、例えばクリス・マルコビッチに会った時にマルコビッチにサインもらったりとか、ありとあらゆる人のサインが入ってるジャケットを旅続けてる間にこれのジャケットを毎回作って、でジャケットも日本で買っていくんじゃなくて現地調達でっていうの、それが要は自分がその世界旅して、世界だけじゃなく日本のグラフィティライターとかもサインしてくれてるから、で背中にステンシュで FESN って1個ずつ入れて4着作って、でそれをジャケットにしようって考えたのは完成する 2,3 年前にもう決めてたね。はい企画しました、はい作って、はい完成ですみたいなビデオじゃなかったから、完成までほど遠かったし、そのジャケット見ればわかるよね。もう1日や2日で1人の人がデザインできるようなものじゃないから、制作するのにこれだけの年月がかかってる作品だっていうのをやっぱ見せる一番わかりやすいものでもあったのが俺のジャケットだったのかな。でそこからいろんなトランスワードとかの特集があったりとか、毎回 FES の特集があった時のページもののデザインやってたね。浜口くん、デザイナーの浜口くんとか夜一緒にこう表紙を徹夜で仕上げたりとか、自分はそのメディアトランスワールドスケートボーディングジャパンっていう雑誌やってた時に、森田さんからそういうプロジェクトがあって、それをメディアとして取り上げてくれないかっていうお話をいただいて、ですごくやっぱり日本のその当時の誰もやってないことを常にやっぱり森田さんやってたんで、それをやっぱり取り上げるのがメディアとして当然というか面白いそうだなっていう単純に感じてて、より多くの人に知ってもらいたいっていうので掘り下げて、日本でこんなことを今やってるんだよっていうのをみんなに伝えたいっていう気持ちで、やっぱりコンテンツ自体がすごく興味があったんで、自然とじゃあ一緒にこう記事の作るところからやりましょうみたいな形で、雑誌を通してそういう記事を作ったっていうところですね。当時オーバーグラウンド出す前直前とかはもう使命だと思ってたね。広告入れたりとかするのもやっぱりお金かかるし、結構腹切んなくちゃいけなかったけど、でもトップに立ってるものの使命だった気がするな当時。そのスケートビデオで世界目指すって言ってる以上はこのスケールでやるんだぜっていうのを見せつける。正直4326とか今まで過去の作品たくさん作って、でそれで利益にしてたから、毎回思ってたのはやっぱり制作でかかる費用はその売り上げから出そうっていうか、簡単に言えば4326を作って、でその利益があったからその利益を握ってアメリカ行って、でアメリカで数ヶ月とか滞在して、で帰ってきてみたいな、要はそれにもお金かかるわけじゃん。そういうのは全部売り上げからやって、純粋に俺はスケボービデオで得た利益はスケボービデオで使いたいって思ってたから、だから必然的にでアメリカとかヨーロッパとかいっぱい行って撮影してってなってもまだ金残ってたから、だったら広告とか入れようみたいな。とにかく見てもらいたかったんだよな。もちろん売れたら金になるとかいろんなこと考えるけど、でもやっぱそれ以上にやっぱ知ってもらいたい、見てもらいたい、それに尽きる。世界の人たちが日本のスケーターを見る、その機会を作りたかった。トランスワールドじゃ当時確か24ページぐらいの大特集組んでくれたりしてくれたから、そこはビジネスでこれだけ広告入れるからやってよみたいな。俺らインディペンデントのプロダクションがでかい代理店とかにも負けないぐらいの宣伝力を見せてやるぜっていう、当時そういう思いだったからね。日本のブランド、ドメスティックのブランドはそこまでお金払って広告出すっていうのはほとんどない状態だったんですけど、そんな中でもやっぱり森田さんはその広告を出す
大切さっていうのも業界の流れ的に分かってて、やっぱり当時広告もしっかり出して一緒にプロジェクト取り組んでほしいっていう気持ちも伝わってきたんで、じゃあすごくインパクトのある位置っていうところで、やっぱり表参っていう、表2に続くこの中面のページでインパクトのある最後の見開きのところで何回か定期的に出すことで、インパクトがある、読者に伝わる広告になるかなって思って、その位置に使わせていただいたっていう感じですね。もちろん中面の特集のページが連動してて初めて意味があるその出稿っていう感じだとは考えてたんで、中面のページも FESN のチームと一緒に作らせていただいて、すごく自分のやってきた中でもインパクトのある思い出の強いページ作品になったなっていうのは今でも覚えてます。思いも強かったからね。やっぱり7年8年作ってるその期間、やっぱいろんなことを考えて、俺の大親友が一人亡くなっちゃったりとか、大親友の兄弟が亡くなっちゃったりとか、その7年8年の間には結構人生を左右するようなこととか出来事もたくさんあったから、そういうことの思いをやっぱ一本のビデオに集約するってなった時に、なるだけ多くの人にスケートボードで作られるそのドラマを知ってもらいたかったっていうか、広告とかだからそういう気持ちだったかな。常にものづくりに対しての情熱って FESN ってあるわけじゃん。だからものを作るっていう一つのことに対してどれだけ突き詰められるかっていうことじゃん。日本で俺が幼少期にすごい得た興奮を世界に発信できるっていうそのモチベーションがすごいあったよね。やっぱあれだけ自分がかっこいいと思ったものが世界のやつらがかっこいいと思わないわけがないっていうか、それは間違いないでしょ。オイラが出てたりクイーンが出てたり、ネタにウェインライトが出てたりとかすごいなっていう印象はあったけど、今だから思うけど、やっぱり海外のスケーターがああやってたくさん出てるわけじゃん。でそこにやっぱ日本のスケーターが出てるっていうことは同じラインに立てるっていうか、そのオイラとかダニー・ウェインライトではもう411とか、向こうのもう超有名なところが出てるやつと同じラインに立てるところに森田くんが持ってったなっていう印象。日本のスケーターが世界に行ったなっていう印象を引き上げたなっていう感じかな。憧れのスケーターたちと同じビデオに自分の滑りライディングが出たいって思うのは、ある程度いったスケーターだったら当然思うことだと思うし、日本でいくらスケボーうまかろうが、日本でいくら頑張って待ってたところでそんなメディア来てくれないじゃん。行くしかねえじゃん自分らで。だから俺が行こうって、俺が行きゃなんとかなるだろうと思って行ったね。悔しかったんだよ。海外のプロスケーターたちが日本にデモンストレーションの場として来る。でそこにいつも待ち受けてんのが俺たちみたいな、その状態がやっぱ悔しかったんだよな。で俺らコンペティションライダーでもねえし、デモンストレーションライダーでもねえから、現場はいつもストリートじゃない。でストリート見せるためにはもうビデオしかなかったから、分かりやすく俺たちの日本の東京の地形を生かした滑りライディングだったり、俺たちの考えてるスケートのビジョンだったりを伝えるのは当時はビデオしかなかったから、対等になるためにアメリカのスケーターたちも対等にとって、日本のも対等にとって、どっちが上だとかそういうんじゃなくて、その違いを一本のビデオに集約したかったっていうか、日本に来てよっていうか、その仕事でプロスケーターで仕事で来るのも別に嬉しいけど、もっと遊びに来いよって、リアルなストリート体験してくれよみたいな、そういう気持ちが当時俺たちは強かった。リバイバル DVD の個人の皆様方の協賛の募集に関しまして、引き続き9作目オーバーグラウンドブロードキャスティングへの協賛を募集しております。ご協賛額は DVD1 作品につき税込1万円です。ご協賛いただいた DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。
監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送いたします。ご協賛は FESL のネットショップにて受け付けておりますので、引き続き皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。ここでお知らせです。来たる11月22日日曜日、福岡北九州スケートパークにてスケートボードコンテスト正々堂々が開催されます。なんと FESA により森田貴弘氏、そして上田剛氏、宮城剛氏、池田浩太氏がスペシャルゲストとして参加いたします。近郊の方はぜひとも足をお運びください。次回12月1日火曜日の放送はオーバーグラウンドブロードキャスティングによって全世界に衝撃をもたらしたあのパートに迫ります。次回もご視聴よろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。オーバーグラウンドやっぱドラゴンドラゴンゴーくんドラゴン宮城ゴードラゴン宮城